どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、小型水槽は好きでしょうか？自分は好きです。前回紹介した新商品ペルコの動画でもお話しした通り、昨今はインテリア性の高い小型のアクアリウム用品がトレンドになっている気がしています。そういった観点からも小型水槽ないしボトルアクアリウムは市場が活気づいているのではないでしょうか。小型水槽は置く場所の耐荷重などを気にせず、家具やデスクの上でも楽しめる気軽さがいいですよね。個人的にはそういったコンパクトでまとまったお金が必要ないところからアクアリウムに入ってもらって、そこから沼にどっぷり使ってもらうのが一番理想的な入り方だと思ってます。そんな小型水槽なんですが、基本的には先ほどお話ししたボトルアクアリウムや幅10センチから20センチくらいの水槽が該当すると思います。それくらい小さいと正直本格的なレイアウト水槽は難しいと思うので、必然的に生態メイン水槽になるのではないでしょうか。水草をするにしてもいろんな機材を小さな水槽に落とし込むのは至難の業ですし、たまにカイアクアさんのような20センチの小型水槽で緻密なレイアウトを組む変態、もっといいガチ勢もいますけどね。そういったことを加味すると、だいたい行き着く先はベタ飼育になるのではないでしょうか。ベタはとても綺麗で、一匹一匹個性があるため、アクアリウム人口を広げるにはうってつけな魚種だと勝手に思ってます。自分もたまにベタ動画を出しているので、そういったベタ愛好家の方にもどんどん動画を見てもらい、大型の水槽を立ち上げてもらえればなんて考えてます。というわけで今回は、そんなベタを飼育するための専用水槽が出たということで紹介していきます。それでは早速、今回紹介する製品をお見せしていきます。それがこちら、JEX グラステリアフィットベタ150。価格は現在チャームで2480円。こちらは今年の2月14日に販売が開始された JEX の新商品で、以前のマスタークリア、グラスアクアペルコに続き JEX に提供していただきました。前回同様、JEX の顔色は伺わずにレビューしていきます。編集時現在すでにチャームで販売が開始されているので、概要欄にリンク貼っておきます。パッケージはガチのベタ仕様になっており、めちゃくちゃ綺麗なベタの写真がデカデカと載っています。なんかこの見た目すごく高級感があって好きです。というかこれ写真なんですかね。パッケージセンスは見てすぐにビビッとくる花丸仕様ですが、肝心の本体はどうなっているのでしょうか。開封前にざっくりと仕様をおさらいしておきます。こちらのグラステリアフィットベタ150は幅15センチ、奥行き15センチ、高さ20センチの15センチキューブのハイタイプ仕様となっております。水量は約 3.5 リットルで、重量は約 1.5kg です。グラステリアだけのコーナークリア製法ということで、ガラスのエッジがしっかり磨き込まれており、シリコンの貼り付け技術も高いため、水槽自体が美しく見えます。ここまでの紹介でお気づきの方もいらっしゃると思いますが、こちらは以前から販売されているグラステリアフィットとスペックがほぼ一緒です。正直先ほどまでのスペック紹介では何が違うのか探すのが難しいくらい酷似しているので、実際にどこが違うのか開封してみていきましょう。それでは開封していきます。ハサミの切り方がおかしいですが、これはゆきまるのおやつに親が買ってきた牛のアキレス腱かなんかをカットしようとしたら、刃こぼれ&取っ手が壊れて全然切れなくなったためです。100円のハサミなんで新しいの買います。開封してみると中にはよくわからない紙が入ってました。これ何なんですかね。中に入っているのは説明書のみなんで、何のためにあるのか皆目見当もつきません。まず出てきたのはいつもの説明書。水槽なのでそこまで込み入ったことは書いていないので読み飛ばしても構いませんが、JEX の水槽はユーザー登録をすることで3年保証を受けることができます。1年以内に登録しておかないと保証が効かないので、お忘れのないように注意してください。ちなみにいつもの製品のようにこの説明書が保証書の代わりになっているわけではなく、購入を証明できるレシートも必要になってくるので、なくさずに取っておきましょう。そして保証は水槽本体のみに適用されるため、
付属の蓋などは対象外のようです。あとは水槽の中に入っているものはなく、周りをぐるっと囲む形でパッケージの紙が入ってました。というわけで本体を見ていきましょう。水槽左下には控えめなジェックスのロゴシールが貼ってあります。ガラス自体は結構クリアで、2000円台とは思えないクオリティです。そしてシリコン加工はというとこんな感じ。低価格帯の水槽にしてはだいぶ綺麗だと思います。以前動画にした各メーカーの30センチキューブ水槽比較動画でも思いましたが、ジェックスの水槽は割とシリコン加工が薄めで綺麗です。薄いと耐久性がと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に小型水槽ならそこまでシリコンもりもりにしなくても水圧も大したことないんで、水槽本体の寿命はさほど変わらないと思ってます。それよりも小型であればあるほどシリコンもりもりがすごく目立つので、個人的には薄めの丁寧シリコン加工の方が好きです。おそらくガラスがクリアに見えるのもこのシリコン加工が丁寧なことに起因しているのではないでしょうか。四隅のつなぎ目はこんな感じ。底面部分はもりっとなってるところがありますね。それでも綺麗な方だとは思いますけど、感じ方は人それぞれなので、この映像とご自分の持っている水槽のシリコン処理具合を見て綺麗かどうか判断してください。正直ここは個体差も大きく出るところなので、全てのシリコンが全く同じように加工されているわけではありません。そして水槽の縁はこのように光に照らしてみると分かりますが、細かい凹凸があります。これはトップシリコン加工といって、ジェックスのグラステリアシリーズおなじみの特殊加工です。文字通りトップにシリコンで加工しており、水槽の蓋受けを使わずともぴったりと蓋がホールドされる仕組みになっています。今まで紹介している動画でも再三言っているんですが、このトップシリコン加工がマジで良くて、見た目はほぼ変わらないのに蓋が滑らないのが本当に素晴らしい。他の小型ガラス水槽はプラスチック製の蓋を採用しており、ずれないように周囲に突起があるためなんか微妙なんですよね。グラステリアシリーズはこのトップシリコン加工のおかげでガラス蓋を採用できるため、圧倒的にインテリア性能に関しても上です。以前動画でもお話しした通り、現状最強の小型水槽がグラステリアフィットシリーズだと思っており、ベタを買うならこれと思っていたレベルなので、この水槽がどんな風にベタ向けにアップデートされているのかすごい気になります。そんな感じで水槽本体を舐め回すように見ていったんですが、最後に残っている付属品を見ていきます。もう中に何も入ってないように見えますが、底面に厚紙に挟まれて入ってるんです。それがこちらの蓋。何やら2箇所変な加工がされていますね。実はこれが今回の目玉機能で、この部分がシリコンで接着されているんです。こうすることによって水槽の角を蓋のように開閉することができ、給仕や掃除が簡単になります。ちなみにファーストインプレッションはシリコン目立つなでした。それはさておき、実際に水槽にセットしてみるとこんな感じになります。トップシリコン加工のおかげでぴったりとはまり、蓋までオールガラスなので統一感があります。やはり蓋がガラスというのは圧倒的見た目の差がありますね。正直蓋単体で見ると目立っていたシリコン加工も実際に水槽にセットしてみると割と気になりません。開閉するときはこんな感じで、角を持ち上げるとしっかりと開きます。これが前後に1個ずつあることで、手前からは給仕ができ、奥からはヒーターやエアレーションなどの配線を通すことができます。では実際にヒーターの太め配線を通すとどんな感じになるのか見てみましょう。こんな感じで若干隙間はできますが、ベタが飛び出すほどの隙間はできないので安心です。ちなみに言い忘れていましたが、このシリコン加工にも滑り止め加工がされている面があり、そちらを下にすることでよりがっちりと水槽縁に取り付けることができます。というわけで、今回のベタ専用グラステリアフィットの特徴は角を開けることができるシリコン加工だったわけですが、皆さん正直これだけって思いましたよね。ただ実際にベタを同じグラステリアフィットシリーズで飼育している自分からすると、この蓋の加工は画期的です。
まず大前提として、ベタは飛び出しが多い魚種であるため蓋は必須です。そういった観点からも蓋の重要度が高いのは分かっていただけるのではないでしょうか。その中でも同じグラステリアフィットシリーズにはガラス蓋を採用しつつコードが通せるリフトアップ式蓋受けがついています。これが秀逸で、今までベタを買うならこの水槽と言ってきたんですが、これにも弱点はあります。まずベタ水槽って割と並べておきますよね。ベタは沼り出すとどんどんコレクションしたくなって横一列に水槽を何個置けるか考え始めると思うんですが、そうやって隣接した状態で水槽を置いていくと必ず蓋受けが干渉し邪魔になってくるんですよね。ご覧の通り接している蓋受けの分幅を取らないといけないのが若干のストレスで、おまけに蓋受けがあることでせっかくのオールガラス水槽の見栄えが悪くなります。それでも最小限ではあると思いますが、ないに越したことはないです。そしてもう一つの問題点として、給仕で蓋を開ける際に水滴が下にこぼれることが挙げられます。基本的にベタは水面に上がって呼吸をすることができるので、エアレーションは必要ないと言われているんですが、自分はヒーターを使用している関係上、上下で水温が変わらないように水を攪拌させる目的でエアレーションをしてるんですよね。結果的にそのエアレーションの飛沫が蓋にくっつき、給仕をする際や低床の糞を掃除するときに周りにこぼれて大変なことになるんです。これがめっちゃストレスで、専用の水槽台に置いてないのが悪いんですけど、化粧板を使ってる家具に置いてる場合は家具が腐る原因にもなります。そうやって落ちた水が水槽の壁面を伝うと最終的に水槽底面に浸透していくので、わざわざ水槽を持ち上げて掃除しないといけなくなるんですよね。そういったちょっとの手間が給仕や掃除のストレスになります。そんな悩みが一気に解消できるのがこの角が開けられるシリコン加工で、蓋をずらすことなく給仕や低床の糞取りができるためストレスフリーです。見た目もこちらの方がスタイリッシュなので、個人的には価格を度外視すれば俄然こちらをお勧めします。ほぼ密閉されているので水が蒸発するのを防げるのもいいところですね。というわけで結論、価格がもう少し安くなれば絶対こっち。ベタを買うならこれというのは誇張表現ではない製品だと思いました。しかし現在の価格は2480円。同じサイズのグラステリアフィット150プラスは現在1780円なので、その差ちょうど700円。この700円の差に何を見出すかは人それぞれですが、正直もう少し安くならないと価格度外視でのおすすめしかできないというのが現状です。この蓋の魅力に気づいた方なら700円は気にしないと思いますが、迷っている人に勧めるとなると何とも言えないところですね。ただ新製品ということで発売当初高いのはよくあることです。そこから徐々に値下がりしていくことが予想されるので、自分が許容できる範囲まで価格が落ち着けば真っ先に買いましょう。何度も言いますが、そこさえ気にしなければ現状一番おすすめのベタ専用水槽です。ちなみに言い忘れていましたが、こちらの水槽マットがありません。これ地味にというか結構悲しいところなので思い出した今お伝えします。マットを絶対敷きたい方は別途購入が必要なのでお気をつけください。というわけで今回はここまで。